はいどうもこんにちは、ひでチャンネルです。今回は世界標準の顔の描き方1、顔がうまく描けない人は最初に〇〇をしていないというテーマでやっていきたいと思います。皆さんの中にもいろいろな角度の顔が描きたいけれどなかなかうまく描けなくて結局自分の得意な顔の角度に寄せて描いてしまうなんてお悩みの人も多いんじゃないでしょうか。そこで今回からどんな角度の顔でも自由自在に描けるようになる世界標準の顔の描き方ということで解説していきたいと思います。この動画のシリーズを見て描き方を習得していただければ今まで難しいと感じていた角度の顔も簡単に描けるようになると思います。顔がうまく描けなくて悩んでいる人、決まった角度の顔しか描けない人、またこれから絵の勉強をしようと思っているけど何からやっていいのかわからない人はぜひ最後までご覧ください。第1回目の今回は顔がうまく描けない人は最初に〇〇をしていないというテーマでお話ししていきたいと思います。いろいろな角度からの顔が描けない人の特徴として顔の描き方を全く知らないわけじゃなくてある程度描き方は知っているのに思ったように描けないっていう人が多いんじゃないでしょうか。描き方は知っているのにうまく描けないという人の根本原因はおそらく2パターンあると思います。一つはそもそも間違った描き方をしている。この場合自分の手癖を根本から見直す必要がありますのでこの動画のシリーズを通して顔の描き方の基本を学んでいただければうまく描けるようになると思います。もう一つのパターンは顔を描くときにあることがごっそり抜け落ちているからだと思います。これが抜け落ちているといくら顔の描き方だけを覚えたとしても自由にいろいろな角度から顔が描けるようには絶対にならないと思います。決まった角度の顔はうまく描けるのにそれ以外の角度になると急に難しく感じる人の原因はおそらくこれにあると思います。そこで今回は根本原因を明確にしてどういう意識を持って描いたらいいのかについてお話ししていきたいと思います。今回の動画を見ていただければなぜいろいろな角度の顔が描けないのか、自由に顔を描くためには描き方を知る以外に何が必要なのかが分かっていただけると思います。動画の後半では具体的にどういう練習をすればよいかもお話ししておりますのでぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人、また趣味で描いているけどもっと上手くなりたいと思っている人に向けて有益な情報を発信していきたいと思っていますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは本題に入っていきましょう。決まった角度の顔は描けるのにいろいろな角度の顔が自由に描けない根本原因ですが皆さん一体何だと思いますか？結論から言うと顔を描くとき絵を平面的に考えているということになると思います。絵を描くときにイメージが平面的なため得意な角度から少しでも外れてしまうとどのように見えるかわからなくなってしまうんですよね。ということでまずは具体的な顔の描き方に入る前に平面的なイラストから脱却するために知っておいてほしい2つのことについてお話ししていこうと思います。まず1つ目は頭は立体であるということです。当たり前かもしれませんが絵を描くときこの立体という意識が抜けてついつい絵のディティールに気を取られて平面的な意識で頭を描いてしまう人も多いのではないでしょうか。この話は頭に限ったことではありませんがいろいろな角度で物を描くためには必ず描くものの立体を意識する必要があります。では具体的に頭の立体は一体どのような形になっているのでしょうか。ざっくり言ってしまうと頭の立体はこの側頭線と呼ばれる部分を境に前面と側面に分けて考えることができると思います。単純な立方体に当てはめて考えるとこんな感じ。こちらが前面、こちらが側面となります。まず第一段階として当たり前のことではありますが頭はこんな感じで前面と側面に分かれている立体であるということを意識して描くようにしてください。もう一つ知っておいてほしいことは頭の構造についてです。構造なんていうとちょっと難しそうだなーなんて思う人もいるかもしれませんがここでは簡単にざっくり2つに分けて覚えていただければ大丈夫です。一つは頭の部分、もう一つは顔の部分です。どうですかね。これなら簡単に覚えられそうですよね。単純な形に置き換えてみると頭の部分はボール型、顔の部分はボールに貼り付いたお面もしくはコピー用紙のようなものと考えていただければいいかと思います。解剖学的に言うと人間の頭部はもっと複雑な分かれ方をしているのですがいろいろな角度から顔を描くという目的で言うととりあえず頭の構造はこの2つに分けて覚えるだけで十分かなと思います。ということで具体的な描き方に入る前に頭は立体であるということと頭はざっくり言うと2つのパーツでできているということを覚えておいてください。補足として頭の形は本当は球体ではなく球体の両サイドを切り落とした形に描くのが正しいのですがいきなりその形
形を立体として描くのは結構難しいと思いますので、ここでは初心者の人でも描きやすくするため、あえて側面を切り落とさず球体の形で説明しました。今はまだ描けなくてもいいので、とりあえず人間の頭は丸い球体ではなく、球体の両サイドを切り落としたような形になるということを頭の隅に置いておいてください。写真を使って確認してみましょう。まずは頭の立体の確認から。この線が側頭線となります。頭はこの線を境に前面と側面に分かれています。ただし頭は球体ですので、実際には緩やかな曲線の回り込みになるということは忘れないでください。立体の意識がつかみづらい人はボックス書きで頭の立体を確認してみてください。こうすることでより前面と側面が確認しやすくなると思います。次にパーツ分けを確認してみたいと思います。青で描いたこの部分が頭の球体の部分、赤で描いたこちらの部分が顔のお面の部分となります。こんな感じでいくつかやってみましょう。まずは顔の前面と側面を分ける側頭線を描いていきます。より理解を深めるために色分けしてみましょう。こちら側が顔の側面、こちら側が顔の前面となります。次に立体を把握するために頭をボックスに当てはめてみましょう。直線的な立体で考えた時どうなるか確かめる作業です。これができるといろいろな角度の頭の立体が把握しやすくなると思います。こちらも前面と側面を色分けしてみてください。最後に頭のパーツ分けをしてみます。こちらが頭の部分、こちらが顔のお面部分となります。最初は立体で考えるのが難しいかもしれませんが、顔の前面と側面を意識して描いてみてください。もう一度別の角度の写真を使って描いてみましょう。まずは顔の前面と側面を分ける線を描いていきます。こちら側が側面、こちら側が前面となります。次に顔をボックスに当てはめていきます。立体を意識して描いてみましょう。こんな感じで描けると思います。最後に頭のパーツ分けをしてみます。頭の部分はこんな感じ。顔のお面部分はこんな感じかと思います。難しいかもしれませんが、ボールに紙が貼り付いているようなイメージで描くと描きやすいかもしれません。いきなり頭の描き方に入る人が多いと思いますが、まずはこんな感じでいろいろな顔の写真を使って頭の立体とパーツ分けを確認してみてください。この作業をやるだけで自分で絵を描くときに頭の立体と構造がイメージしやすくなると思います。逆に言うと、この確認作業をしないで描き方だけ習ったとしても立体のイメージがつかめない状態で描くことになってしまうため、いくら頑張って練習してもいろいろな角度の顔を自由に描くというのは難しいと思います。一見すると遠回りな工程に思えるかもしれませんが、立体の意識がつかめるようになるまでいろいろな写真を使って何回も検証作業を行ってみてください。この作業を最初にしっかりやっておくことが最短で描けるようになる第一歩だと思います。今日の動画はここまでとなります。いかがだったでしょうか。ひでチャンネルオンラインサロンでは平日毎日ライブ配信でお絵描き講習やイラスト添削をやっております。もっと上達したい人やお絵描き仲間が欲しい人は説明欄のリンクからどうぞ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。